二面性を持つあなたに純粋なメッセージを送る人が現れる。あなたは結構良い門で、良い機運の中にいたんだけど、何かが足らなかったんだろうね。そこから出発して、なぜそう振る舞わなきゃいけないのかっていうのが自分でもわからないけど、嘘と建前、外面内面みたいな、そういう緊張感の中にね、自分を置いていると。だからそんなあなたにとってもピュアな存在がアクセスする。だけどこの方は、やっぱちょっと何か、あなたはまだ自分の人生、自分の、ひょっとすれば今世ではないのかもしれない。自分が持ってるカルマに気づいてないけど、この方はあなたよりは意識できてる方じゃないかな。だからそこで波長があって引き合うよと降りてきますね。あの人の正直な気持ち、あなたを見ていて歯がゆいような思いを抱いてる。自分が何とかしなきゃって、声かけてあげなきゃっていう、そんな意識。この方はね、とても寂しがり屋。本当はナルシストなんだけど、あなたと来世の記憶を共有することでロマンチストでいられる人。きっとね、この方の想念は工事の世界に触れることができる。でも現世執着がとても強い方じゃないかな。あなたとこの現世にいながら来世を感じたいと思っている。二人が演じる愛の形が月光にあぶり出されて伸びる影がこの方の幼少期に届いてしまうからね。だから来世を匂わせる人なんだけど、どうしても現世にとらわれてしまう。
うん、そんな人じゃないかな。結局ね、この方も怖いんだよ、ザ・ムーンで。不安なの。あなたが今感じてる不安、この方も知ってる。このジャスティスはどうだろうね。あなたがこの状態から抜けるか、あるいはなんか別の正義っていうものにとらわれてるかもしれないね。移動だよね。変容する。まあ新たなステージへと突入する。つながりはあるけど移動していくって感じだよね。でこのワンドの4、角で祝福、あるいはここに到達するとも見えるけどね、この段階に入っていくとも見えるけど、どちらかというと、いってらっしゃいっていうメッセージが強いかな。なんか結構満たされていたんだけど、あなたの中で何か物足りなかった。自分ではなかなかわからないんだけど、なぜそう感じるのか。なんかちょっと足らなかったのかもしれないね。本当にここにいていいのかなっていう。居心地はいいんだけど、ちょっと違うのかなっていうような淡い感じがする。でこのページのカップにはね、メディスン、お薬が、お薬のカードが来てるけど、やっぱなんかとてもね、この無邪気さがとても危険な人かもしれないね。危険なほどに純粋な人、純粋さに走っちゃう。十人十色でね、いろんな人たちがいて、やっぱり人それぞれね、やっぱりいろんな意志を持ってね、生きてるわけじゃない。だからそこを純粋さだけで突っ切っていくっていうのは非常に、突っ切れない、突っ切ることはできないはずなんだけど、だからなんかそんな危険を感じる方かもしれない。この方はね、あなたに未来を語る、夢を語るんだよ。だけど結局どこにも連れて行ってはくれないんじゃないかな。月に一度二度、乾いたコンクリートの匂いがするぶっきらぼうな外壁のホテルの、だけどセピア色にくぼんだような甘い音楽が聞こえる部屋で密会する、そんな季節が永遠に続く。その永遠を信じられるうちは、あなたはこの方を愛することができる。なんかそんな正義を感じてるのかな。ハイヤーパワー、ははってなんか従います、そんな力を感じてしまってるのかもしれない。だけどこの方が見てる未来っていうのはさ、ザ・ムーンかもしれないよ。絶望ってわけではないけど、なんかやっぱり不安だ、踏み出していけない。あなたもそうかもしれないね。この方もそうだし、あなたもそうかもしれない。
この方の純粋さの中にね、ギラリと光る危険な魅力に惹かれてるかもしれないね。あなた自身もその危険を自覚してるはず。そこに惹かれてる。その背徳感が前面に出てたらきっと惹かれることはないけど、それが隠し味になってるんじゃないかな。スパイスに。あなた自身も何かちょっと意地悪な言い方になるけど、なんかなんていうの、こう生ぬるい幸せ、これまた年取るとさ、年を重ねるとなんかそういう生ぬるい幸せもいいもんだと思うようになるんだけど、なんか、やっぱそこにいられないあなたの中にも何か、衝動があるんじゃないかな。で、この方の存在、やっぱりね、なんかお相手さんは未来を語るんだけど、どこにも行けない状態なんだけど、あなたのインスピレーションをとても刺激して、それは実体のないものかもしれないけど、とてもあなたにとってリアルで、なんとなく幸せだったっていうような生ぬるい状態よりは、あなたを満足させてるっていうか、一つの納得感はあるんじゃないかな。あなたに達成感を与えてくれる。これはメッセージだよね。カラスさんだけど、なんかそんなに悪い感じはしないよね。ムーンにかかってるけど、なんとなく怖い。理屈は分かんないけどなんとなく不安だ。なんかそういう気持ちをね、マイナスの意味で増長するんじゃなくて、大丈夫だよっていうような、そんなメッセージに聞こえるな。これはあなた自身かもしれないよね。あなたがあなたに何か言い聞かしてる。あるいはこのお相手さんがたまに落ち込んでね、激しく落ち込んで、もうどうにも収拾がつかなくなった時に、あなたがそのようにこのカラスの女神となって慰めてるかもしれない。この方がだからなんか弱まる時、あなたが強くなる、そんな風にも見えるね。最後は忍者さんが来ました。やっぱりね、切ないけど、この方があなたに語るビジョンというのは、まだ羽ばたけない。羽ばたけないと断定はしない。まだ羽ばたけない。その時じゃないね。この方はやっぱりね、この現世の大地に縛られる。この惑星の重力に引っ張られるよと。まだ霊的世界へ、高次元の世界へ、羽ばたくことはできないと。その時ではないというメッセージが来るね。だからなんかこの方のファンタジーにさあ酔えてるうちはね、ファンタジーがこう感じさせてくれる永遠を信じられるうちは、あなたを愛すこと、この方を愛すことができる。だけどやっぱりね、やがてこの方のファンタジーはガス欠を起こすんじゃないかな。最後まで励まし続ける。だからそもそもあなたを励ますように近づいてきながら、
実のところあなたに励まされたかったのかもしれないしね。あなたはこの方を結局憎めないと思うけど、憎めないまま新しい恋を見つけて旅立つ気がするな。あなたのことが好きなんじゃないかな。あなたの幸せを、偏った意識を感じるけど、あなたの幸せを願ってる人だけど、戦車なんか出てて、がむしゃらにアプローチするよというのが出て、エースのワンズでね、とてつもない情熱。あなたとの関係性に、未来の希望を見出してる。だけど一方あなたはなんかむちゃむちゃ悩んでるし、しかも体の位置も囚われるって出てるよね、長らく。でそもそもなぜこの方があなたの嫌がることをするのかっていうのがなんか分かんないのかもしれないよね。だから理路整然としない中でとっても悩んじゃう。一定の愛はあるんだろうね。あなたとやっぱ接点持ちたいっていう。頑固な人察してちゃん。他人の評価に自己の価値の基準を委ねてる方かな。プライドが高いからなかなか本音を言わない。でもね、あなたの何気ない一言に傷ついちゃったりする人かもしれない。傷ついているっていうか、この方があなたに対してね、勝手に抱いているイメージ、そのイメージ像のあなたがこの方に返すリアクションと、これは当たり前だけどね、実際のあなたがこの方に違うメッセージを送るわけじゃない。あなたはあなたの意見を言っただけだけど、この方の望む答えじゃなかった。あなたのこと好きなんだろうね。だから結構なんか一方的な、意識なのかもしれない。あの人の正直な気持ち。困ったよね、こんな気持ちでは。本当に悩んじゃうよね。この方がね、頑張れば頑張るほどあなたを硬直化させていく。
あなたは石像になっちゃってるよもう。この状態だよね。動けなくなっちゃう。そういう形でしかあなたと接点を持てない人かもしれない。これはなんかいい方向に読めばね、なんか今抱えている問題、ちょっと果敢に立ち向かって突破しろよっていうメッセージにも取れるし、だけどあまりにも何かこの三つ首のなんだろうね、ワンちゃん、地獄の門番みたいなそうなんかだからあなたにとって本当にもう大問題、もう恐ろしい存在とか、だけどこの方をもう吹っ飛ばしてね、扉をくぐっていかないと未来はないぞっていうような、そんな状態かもしれない。ナインのペンタクルでなんとなくお相手さんが勝手に抱いてるあなたの幸せの形っていうふうに私は見えるんだけど、なんかこの方の妄想っていうのをなんかチェーンがね、こう腕に手錠がつけられてるけど、なんかもう燃やしきっちゃえみたいな、引きちぎっちゃえっていうようなね、自分のなんかとてもメンタルがあなたやられてるから元気が、ね、なかなか出ないけど囚われちゃってるからね。だけどあなたの中に眠る怒りのパワーって言ってもいいのかもしれないな。それを爆発させろよって、そんなメッセージに感じる。だからあなたのこと好きなんだけど、人としてのね、生身の人間としてのあなたを愛することができない人かな。この方の望む絵をあなたに投影しているだけ、勝手に。でもね、それがこの方の正義なんじゃないかな。あなたがこの方に感じる悪意はこの方の勝手な正義。むちゃくちゃ立ちはだかってるもんね。緑揃いでハートチャクラを感じます。どうかな、なんかあなたの何か秘密をこの方は握ってるかもしれないよね。で、あなた自身はその偽りと向き合ってるんだよ。私はそのようなね、偽りを隠し持っているっていうこと、決してそれを逃げてるわけじゃないんだけど、前向きに捉えようとしてるんだけど、そこに何か一丁噛みしてきてね、あなたのその前向きに方向転換しようとする力をくじくような形であなたにマウントを取ってくる方かもしれないね。ハーミットがかかってるけど、あなたにしか見えない世界、あなたが信じている世界っていうものをもう一度見つめ直せというメッセージが降りてくる。もう望む愛があなたから得られないと分かると、この方はね、あなたをマウントし、モラハラすることに喜びを見出し始める。とにかくこの青写真を理解して、この方の言動や態度に驚かないこと。あなたの喜びの世界をこの方に
これ以上毒されないようにすること。こっちなんかはさ、あなたの中のここでは下のねファイアパワーと鑑みるとさ、怒りのパワーってなんか感じるけどな。サイケデリックな極彩色、自分の中に眠る怒りのパワーっていうのを爆発させていいんだよって、怒っていいんだよって、そこ怒るところ、なんか怒るタイミングを逃してなんか怒れなくなっちゃってるのかもしれない。この方はね、あなたにとっては小さい人です。そこを気づかれると困るから、この方はあなたにマウントを取り続ける。ちっちゃい人なんだっていうことをなんか肝に銘じちゃえば、なんかあなたのなんか隠し事みたいなのちゃちゃ入れてくる人かもしれないけど、そこで動揺すると思うツボになっちゃうよね。ステンドグラスのようなちょっと綺麗なタワーが来ましたけれども、これはでかいね。お二人が恋人同士だったらリセットでしょう。派手にドーンと。ただ喜ばしいことでもあるんじゃない。ただ恋人同士でなければ激突修羅場があるだろうね。ただやはりその局面を踏むことでご破産になるんじゃないかな。で逆に言えば、ここまでいかないとずっとね、この8の8の状態が続いちゃう。お相手さんの術中の中にあなたがいる状態になっちゃうから。だからあなたの中でもうむちゃくちゃパワー出さないといけないんじゃないかな。世の中不条理なこといっぱいだけどさね、だけどその不条理をずっと受け続ける言われはないからね。もうきっぱりノーという時が来てる。それはね、大きな局面、ドーン、戦いの時だね。ちょっと純粋すぎる人なのかもしれないね。真ん中は何をやってるのかなカップの7と、そしてソードの7、微妙な、こっちはねまだ手つかずの課題とかさ、計画、夢、あるいは妄想
でこれはまあちょっとちょろまかすとかっていう感じだよね。うん、うまいことやるっていう感じかもしれない。うん、ただ最後のさこの逆算のこの体の位置はいいのが来てんだよね。ホイール・オブ・フォーチュンで。その下は初心ハートブレイク。いや結構なんだろうな、まあだから全体的にとても好意的な意識感ずる。こちょ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 あなたの周りにいる人かもしれないね。ナンパに振る舞いたいと思ってんだけど、そのナンパになれない人かもしれないね。ぎこちなくなっちゃう。だけど、ハートがある人で、まああなたの見るべきところを見てる人でもあるんじゃないかな。多くの周りの人たちがあなたを誤解していることに気づいてる人、あなた自身も自分が誤解を受けていることに確信が持てていないこともこの方は気づいてる。あなたと甘い関係になりたいと思っている。だけどそれ以前にずっとずっともうずっと昔から知ってる友達のようになりたいと思ってんじゃないかな。そういう優しさがあるからかっこつけようと思うと変になっちゃうかもしれないね。あなたのことをとても望んでるし同時に恐れているとも出てるね。うん。だからちょっとファニーな感じがするからさ、このソードの3がねどっちかっていうとネガティブなカードなんだけど、なんとなくこの方のハートの芯に思えてくるね。その強さにすごくヘラヘラ生真面目な人だから自分の生真面目さがすごく嫌でわざとヘラヘラ振る舞ってるような。うん。だけど本当はハートはあるんだよって。あなたがさツインレイを見つけてね、しかし相手はあなたを見つけられない悲しみ、そういう類の悲しみをこの方は受け入れる強さがある方かもしれない。だからあなた自身も気づいてないジレンマに気づいてるんじゃないかな。まあホイール・オブ・フォーチュンが出ててさ、運命を感じる人なんじゃない。ただ今現時点ではあなたはそう見てないかもしれない。だけどこのお相手さんはあなたを見てる。ね、この現世を生きる者では抗うことができない大きな力が働いてるよと。まずねこのインスピレーションだけど
なんかあなたの前で俺に気づいてくれアピールをしてるかもしれない俺のインスピレーション感じてくれって。でこの方のあなたにとっての重要性を気づけないうちはちょっとうざい人かもしれない困った人かもしれないね。うん。だから、まあ、このムーンなんかもね、淡い恐れ、なんとなく不安だなとかさ、踏み出していければね、踏み出していけば、ね、歩んでいけるはずなのよ。だけど、なんとなくやっぱ不安だなっていう。そうそう、なんかこの、だから淡い感情を打ち破っていくことに、この方はものすごい葛藤を感じてんだよね。普通の人だったらあんまり悩まないことをこの方は悩んでるかもしれないね。例えば幼い頃から親がこの方に与え続けたさ、あなたはこうあるべきですよっていう、まあその程度の差はあれね、誰しもそうなんだけど、与えられたイメージを演じ続けなきゃいけないっていうのはそういうプレッシャーの中でね育ってくるわけだけど、この方はなんか強く感じてる方かもしれないね。自分が従来持ってるイメージっていうもの、イメージを何とかして覆さなきゃいけない。でその覆した様をあなたに見てもらいたいと思ってる方かもしれないね。なんかすごく自分の中で、戦ってきたよって。で戦ってきた割には失礼戦ってきた割にはね、なんかちょっとこの77でさ、ちょっとなんか頼りがない感じなんだけど、そこがなんか憎めない人じゃないかな。でこれはフォーカスで注目しなさいってあるけど、体の位置に来てる、この少子ハーブレイクのねカルマ、現世で言えばトラウマって言っていいと思うんだけど、どうかな、ヒートアップしたような一目惚れのような恋仲で始まると、この方の培ったあなたに対するカルマは一瞬で揮発してしまうかもしれないね。一寸先に、その一寸先にね、あなたは幻を見たようなデジャブを感じるんじゃないかな。その時初めてこの方の良さは分かるし、だけど気恥ずかしさからその時にはこの方はふっと消えちゃうかもしれない。なぜ遠くへ行ってしまうのか、あなたはその時そう思うかもしれない。でもそれこそあなたにとっての来世のカルマとなるんじゃないかな。この方がずっと背負ってきた今世のトラウマがね、あなたにとっての、ここであなたと交錯することで、その時ね、あなたに受肉してあなたにとっての来世のカルマとなっていくと。それに着目しなさいよって。だからこういうね、真ん中のねカップの7、そしてソードの7のような態度では、それはあなたに気づけって言われても、あなたからしたら本当にちょっとなんかもっさい人、鬱陶しい感じがする人に見えちゃうと思うんだけど、ただやっぱり根はちゃんといい人でさ、やっぱあなたに対する誠実な気持ちを持ってる人で、まだ開花できてないけど強い人なんじゃないかな。今あなたに夢中で何とか気づいてほしいって頑張ってる。だけどもこの方はその開花するとちゃんと一人でも生きていける力を持ってる。だからこそあなたに最大のね配慮を、まだぎこちないけどね、ぎこちないけどあなたに配慮を払おうとしている、シャイなんだろうね。
本心はあなたに慰めてもらいたいかな。この方がやっぱり背負ってる課題、ちょっと疲れてるかもしれない。だからあなたにやっぱり慰めてもらいたい。あなたがこの方にとってのお薬となる。そうだね。意外に結構頼りたいっていう気持ちを、それを見せちゃいけないっていうようなさ、あるいはなんか本当はそういうとこを見せた方がまあ恋愛はねうまくいくと思うんだけど、この方はまだ見せちゃいけないっていうような、そういうなんか突っぱねた意識でいるかもしれないよね。だけど本心はとってもこう慰められたい、そういう気持ちを持ってる人で、このホイール・オブ・フォーチューン、お二人の巡り合わせにその機運に乗っかっていくと、まあどうだろうな、あなたもそうだろうけれども、これはひょっとすればこのお相手さんに対してかもしれないね。あなたがお相手さんに自信と活力を与えるよと。だからこの方が得たいと思っていた力をあなたから得ることができると。あなた自身もこの方の良さに気づいてね、関係を持つととてもスイングするよと降りてきますね。まあやっぱり好きなんだろうね。あなたに対して高望み的な、意識みたいなもので、また先生術師だからね、このマダム・ソレイユ、やっぱり何か宇宙の法則のようなさ、そういうレベルでの惹かれるものってものを感じてるのかな。まあこれだけはカップのセブンに関してはね、随分とこう、まあ愛のカードだけど物質的な感じがするけどねあれもこれもこれもどれもみたいなさ、あなたにとてもなんか魅惑を感じている。まあだからとてもあなたのことをよく見てるよね、あの人の正直な気持ち。だからチャカ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 あなたの周り動いてるけど、あなたのこととっても好きだよ。いいんじゃどうだろうなこれ。だけどむちゃむちゃ現実的に言えば、なんか忍者からのメッセージね。このお相手さんに対して、お前その恋のアプローチ間違ってるぞなんかそんな風に聞こえちゃうな。すごく浅はかな読み方すれば、お前のその自分の中にあるね愛の葛藤のその表現の仕方をちょっともう一回よく考えろと。なんかそんな、なんかメッセージ感じちゃうけど、どうだろうね。まあ本当、憎めないスプレッドかなっていう感じはする。だからなんかこの人の良さが気づければ、とってもなんかいい関係性が築けるんじゃないかな。